クラウンクロスオーバーのエンジンルームです。まずね、ここ開けてみて思うのは、このオーナー様がね、自分で開けられるとしたらいいか悪いかという点がいくつかと、あんま開けないけれども、たまに開けたらちょっと思うかという点をね、いくつか開けていきます。まずね、わかりやすいところで言うと、エンジンフードの固定はロッドタイプです。これより安いクラスでもね、カムリなんかはダンパーですから、ちょっとね、一長一短ある。一長一短というのは、ダンパーの固定するタイプは、へたってきて上がらなくなることがあります。もう上げても下がってきちゃうというね。10年ぐらいかな。で、ロッド式タイプは、その耐久性の心配がいらないです。で、続きまして、エンジンの、この辺のね、上のカバー。ここがすごくシンプルっていうかね、大きなカバーで隠されてるのが、結構自分高級だと思うんですけれども、これはね、本当にエンジンのヘッドの上だけです。で、これ素材がね、柔らかいタイプで、スポンジみたいなもんなんでね、一応騒音の低減効果はあると思われます。で、この裏のね、インシュレーターも、どうなんでしょう、後ろ半分なんですけれども、大事なところがね、効果的に効果を出しているではないかというのが予想できます。あと、エンジンフードのヒンジの部分、付け根のところ、ちょっとね、複雑な形状しているのが分かりますでしょうか。これがあれです、ガスで、衝突を検知してね、ボンネットの後ろ側をポンって、上げる機構に見受けられます。これは、衝突して、ここにぶつかった時に、この硬いエンジンに頭が当たっちゃいますと、それは致命傷につながりますから、そこを後ろ上げて、ここを隙間を作って、こっち側でね、その衝撃を吸収してあげようみたいなのが、結構ね、他のメーカーでも取り入れられている機構です。試乗時に感じた小さな長所短所、いわゆる小ネタです。今回はクラウンクロスオーバー、良いも悪いもミックスしての15箇所、純不動で始めていきます。最初は簡単なところからさらっていきます。で、後半に行くに従ってディープになります。そしたらまず乗車前のウェルカムライトと降車後の車内。荷物の置き忘れを音とか表示で教えてくれたりします。続いてパノラミックモニターの表示を数パターン。1つ目、何もしないでそのままの状態です。2つ目、回ってる途中で操作が可能です。3つ目、バックモニターの様子はこんな感じ。4つ目、シースルー表示が日常で役立つ場面です。お次は3箇所のカップホルダー、フロントドアのドリンクホルダーです。ここには四角い紙パックの、ジュースを入れることができます。で、そしてさらに隣にペットボトルを入れることもできます。センターコンソールのドリンクホルダー、通常の状態ですと丸いボトルが2本入ります。で、ここ隔液があるんですけれども、これを引っこ抜くことで四角い紙パックも入れることが可能です。こんな感じです。リアドアのカップホルダー、ここは四角い紙パックも入りますけれども、1本だけ入る形です。どこの席でも安心して飲める紙パックが置けます。ペットボトルだとね、キャップ外したりとか、揺れて歯に当たってこぼしそうになったりとかね、出っ歯な自分はね、特にね、ここ神経使います。次は、と感じた部分、この音を聞いてください。クラウンクロスオーバーのドアロックとドアロック解除します。この音をちょっと聞いてみてください。ドアロックします。解除します。すいません、この音に関して、どういった印象を持たれたかは、皆様それぞれ。率直によって安っぽい音かなと。これがクラウンじゃなくてね、カムリでも取り上げたと思いますが、これはクラウンです。乗り心地やハンドリングより分かりやすくて満足感にね直結しそうな部分なので
改良を望みます。そしたらシーン変わって音声エージェント機能、Hey Toyota の命令をいくつか試しています。Hey Toyota、すべての窓を少し開けて。全部の席の窓を少し開けます。Hey Toyota、全部の窓を閉めて。全部の席の窓を閉めます。Hey クラウン、オーディオを切って。はい、OK。Hey トヨタ、ご用件をどうぞ。あなたは男性ですか？あなたの想像にお任せします。この機能を詳しくはシエンタの時に動画にしていますので、よろしければそちらをご覧ください。概要欄に貼っておきます。続きましては夜のバックモニター。かなりの高感度で映してくれて、真っ暗な場所でも安心です。ゆくゆくは暗部のノイズも減っていくことでしょう。そうしましたら、リアシートベルトの警告灯、メーターの左上、温度表示の部分をご覧ください。必要な時だけ、メーター内でね、表示切り替えのような形で出てきて邪魔にならないです。続きましては、賛否両論あるシフトセレクター。クラウンでは少しのクリック感と音声、そして照明の色でサポートしてくれます。ポジションを示している白い照明が入れると明るく光ります。続きまして、次はボディ見切りと車両間隔。A ピラーは太いもののドライバーに近くて邪魔になりにくいです。また前方も先の方までよく見えますので、シートを下げて、下に下げてね、座れます。こうした部分はやっぱり大きい車の方がよくできている傾向です。ただちょっと、全幅1840という割にはね、幅広に感じられて、車が幅に大きく感じられて、目の前の圧迫感的な影響かなと、トータルではね、並くらいの印象です。横から斜め後ろは、乗員が乗ってても乗っていなくても、視認性にはね、関係しません。しませんは言い過ぎですけれど、しにくいです。これもやっぱり大きな車の利点です。そしたら、ワイパーレバーの間欠機能。間欠ワイパーの調整機能。これがオートがあって、さらにね、手動でも切り替えできるようになっています。オートしかない車種より使いやすいと思います。続きまして、クルーズコントロールについて。クラウンは直進性が高いので、車任せで走りやすいです。そしてスイッチもワンタッチです。ステアリングスイッチ右手側の ACC のスイッチについて。ACC のオンオフね、ごめんなさい、クルーズコントロールのオンオフ、このね、スイッチでオンオフができてすごく簡単です。直感的にね、操作できます。で、あと速度、それから、中央キープ。あと、このモードというのがね、レーダークルーズのモードと通常のクルーズコントロールというのがね、切り替えが可能です。ちょっと画面映します。これがレーダークルーズ、それからクルーズコントロールモード。この切り替えができるようになっています。続いては、音に関する部分で2つ挙げます。バックチャイムとウインカーオンです。まずちょっとウインカーの音を鳴らします。ごめんなさい、光が入っちゃった。ウインカーの音を鳴らします。ではこのままシフトセレクターをリバースに入れてみます。こんな感じです。両方の音が同時になります。エアコンの風量は一メモリでも結構大きいです。イコール音も大きいです。で、このスイッチ、内気循環に切り替えると、一メモリでもさらに音が大きくなって、これちょっと使いにくいです。ちょっとやってみます。今、外気循環です。内気に切り替えます。外気に切り替えます。風量は一メモリです。内気に切り替えます。外気に切り替えます。エアコンの風量とノイズの関係。いつものように撮影の準備をしていると、内気循環で音がちょっと気になりました。外気循環に対して内気にするとね、だいぶ音量がぐわっと上がるんですよね。で、撮影は外気の方でしたんですけれども、傾向はね、どの車でも一緒です。なので、ノイズが気になったら外気循環にするといいです。次は、多数のパネルが集合する見せ場の部分。
とりあえず映像を見てください。すいません、このボディパネルの部分で一つだけね、ちょっと気になるところあるんで取り上げさせてください。このね、とってもかっこいいクロスオーバーなので申し訳ないんですけれども、まずここです。ごめんなさい。まずここ。A ピラーとフェンダーの付け根。結構ね、ここ段になっています。これが意図的に付けられたものなのか、そうじゃないのかわかんないんですけれども、この後スポーツがデビューしたのを見たら、ここね、滑らかになっていたんですね。ちょっとこっちからも映しましょうか。この部分、結構ね、ここが段になっているんですよね。こんな感じ。あんまり揃っていない。で、スポーツはここが揃っていたので、どうなんだろうというのがね、感じられます。あとね、どう見たらいいかな。このドアバイザーがここまで来てて、ここ、元のメッキの部分。ここがね、やっぱり段がある。で、この辺が、いろんな部分がね、ちょっとガチャガチャに揃ってるような感じがするんですよね。こう見たらいいかな。別にこんなとこ乗っちゃえば見えないので、どうでもいいんですけれども、やっぱり高額な車ですからね。気にする人は気にされるのかなっていうのをね、ちょっと感じました。以前はなんでこうなってるのかなとかね、思っていたんですけれども、後からデビューしたクラウンスポーツと見比べたことがありました。すると、スポーツの方は美しくて違和感なくまとまっていました。で、さすがにディーラーでね、比較の写真撮ってくるわけにはいかなかったので、自分の感想として、クロスオーバーはここ、小さな短所だと思いました。そしたら気分変えて長所と感じた部分、クラウンらしいと感じた点を2つ挙げていきます。1つ目はリアシート。お尻を前に出してだらんと座れば大型セダンらしく、お尻を深くかしこまって座ればビジネスセダンらしく、2way で心地よく座れます。お尻を前に出して座るとき、座面の縫ってある部分、滑り防止に切り替えのね、縫い目が入っている部分、これが嫌な位置に来ないので不快感なく座れます。一方で深く座るとき、この時は背もたれがそこまで寝ていないので、しっかり座ってもやっぱりね、不快感がありません。誰でもシチュエーションによって座り方は変えますよね。なので座り方に制限がないのはクラウンらしいかなと。欲を言えばレザーシートをね、望みたいところだとも思いますし、経験上高い車の革は長持ちする気がします。クラウンらしい点その2、スロットル特性とブレーキの時の姿勢。以前の 3500cc とか 2500cc ガソリンモデルとか、あと1000台のハイブリッドモデルとか、およそ思いつく限り速い遅いにかかわらずスロットル特性が穏やかでした。つまり少ししか踏まない領域ではパワーが絞られていて、しっかりね調教されていて、全開踏めば唐突感のない加速。上級者に求めたいこうした余裕は今度のクロスオーバーでも感じられました。同時にブレーキもおそらくリアブレーキが効いてくれてるであろうフィールでフロントの沈み込みが小さいです。普通の前輪駆動車ってね、リアは1割とか2割しかブレーキ使わないって言いますから、なかなかこれね、大きな車の特徴ですよね。で時代変わって横置き 4WD になっても FR の時代と同じような感覚が嬉しかったです。最後に自分が運転席に座った時の映像を上げさせてください。デレデレしてる自分がなんだか立派なビジネスマンに見えちゃいます。価格とサイズとクラウンが作り上げてきたイメージによる補正、大きいです。ネットでは大衆車なんて表現も目にしますが、冷静に考えて500万円の高額車、国産で E セグに近い D セグセダンっていうと変わりないというのもありますしね。お金ありなしにかかわらず誰でも買える車ではないと思います。350万円で6気筒 FR が買えた時代からはもう頭の中切り替えなきゃですね。以上、小ネタ的な長所短所でした。それぞれ詳しくは別の動画で取り上げます。クラウンクロスオーバーの動画は10本前後アップする予定です。先に上げている動画の方が気持ちよい動画になっていますので、ぜひお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。